朝、目を覚ます時の気持ちは面白い。パチッと目が覚めるなんて、あれは嘘だ。濁って濁って、そのうちに、だんだん上澄みができて、やっと疲れて目が覚める。朝は、なんだか、白々しい。悲しいことが、たくさんたくさん胸に浮かんで、やりきれない。嫌だ、嫌だ。朝の私は一番醜い。両方の足がくたくたに疲れて、そうしてもう何もしたくない。朝は健康だなんて、あれは嘘。朝は意地悪。お父さん、朝はいつでも自信がない。寝巻きのままで兄弟の前に座る。眼鏡をかけないで鏡を覗くと、顔が少しぼやけてしっとり見える。自分の顔の中で一番眼鏡が嫌だ。眼鏡をかけたら顔という感じがなくなってしまう。それに目でお話をするということもおかしなくらいできない。自分でいつも自分の眼鏡が嫌だと思っているゆえか、目の美しいことが一番いい。じっと自分の目を見ているとがっかりする。お母さんでさえつまらない目だと言っている。こんな目を光のない目というのであろう。鏡に向かうと、そのたんびに潤いのあるいい目になりたいとつくづく思う。昨日縫い上げた新しい下着を着る。胸のところに小さい白いバラの花を刺繍しておいた。上着を着ちゃうとこの刺繍見えなくなる。誰にもわからない。得意である。今朝から5月。そう思うとなんだか少しウキウキしてきた。やっぱり嬉しい。もう夏も近い。お父さんの死んだという事実が不思議になる。死んでいなくなるということは理解できにくいことだ。腑に落ちない。お姉さんや別れた人や長い間会わずにいる人たちが懐かしい。どうも朝は過ぎ去ったこと、人たちのことが嫌に身近に味気なく思い出されてかなわない。ジャピーとカート、2匹も連れ合いながら走ってきた。ジャピーだけをうんと可愛がってやった。ジャピーの真っ白い毛は光って美しい。カーは汚い。ジャピーを可愛がっていると、カーは傍らで泣きそうな顔をしている。カーは野良犬みたいに見えるから、いつ犬殺しにやられるかわからない。カーは足がこんなだから逃げるのに遅いことだろう。カー、早く山の中にでも行きなさい。お前は誰にも可愛がられないのだから、早く死ねばいい。私は本当に嫌な子なんだ。お母さん、朝早くからお出かけ。食堂でご飯を一人で食べる。今年初めてきゅうりを食べる。きゅうりの青さから夏が来る。
5月のきゅうりの青みには胸が空っぽになるような、うずくような、くすぐったいような悲しさがある。一人で食堂でご飯を食べていると、やたら無性に旅行に出たい。汽車に乗りたい。ご飯を済まして戸締まりをして登校。大丈夫、雨が降らないとは思うけれど、昨日母さんからもらった良き雨傘、どうしても持って歩きたくてそいつを携帯。このアンブレラはお母さんが昔娘さん時代に使ったもの。面白い傘を見つけて私は少し得意。こんな傘を持ってパリの下町を歩きたい。きっと今の戦争が終わった頃、こんな夢を持ったような古風のアンブレラが流行するだろう。停車場へ急ごう。アンブレラとお道具を網棚に乗せ、私はつり革にぶら下がっていつもの通り雑誌を読む。私と目の前の席には4、5人同じ年格好のサラリーマンがぼんやり座っている。30ぐらいであろうか。目がドロンと濁っている。覇気がない。けれども私が今このうちの誰か一人ににっこり笑ってみせると、たったそれだけで私はずるずる引きずられて、その人と結婚しなければならぬ羽目に落ちるかもしれないのだ。恐ろしい。気をつけよう。もうお茶の水。プラットフォームに降り立ったら、なんだかすべてケロリとしていた。ブリッジの階段をことこと登りながら、なんじゃらほいと思った。私は少し幸福すぎるのかもしれない。今朝の小杉先生はきれい。美しい青色の似合う先生。胸のシンクのカーネーションも目立つ。学校の先生なんてさせておくの惜しい気がする。山中湖畔の古城に住んでいる霊場、そんな感じがある。小杉先生のお話はどうしていつもこんなに硬いのだろう。頭が悪いのじゃないかしら。悲しくなっちゃう。午後の図画の時間には皆校庭に出て写生のお稽古。伊藤先生は今日も私に先生ご自身の絵のモデルになるよう言いつけた。今度展覧会に出すのだそうだ。少しでも人のお役に立つことは嬉しいものだ。けれども伊藤先生と二人で向かい合っているととても疲れる。話がネチネチして理屈が多すぎるし、話すことがみんな私のことばかり。返事するのも面倒くさく煩わしい。はっきりしない人である。ああ、こんな心の汚い私をモデルにしたりなんかして、先生の絵はきっと落選だ。美しいはずがないもの。伊藤先生がバカに見えてしようがない。先生は私の下着にバラの花の刺繍のあることさえ知らない。黙って同じ姿勢で立っていると、やたら無性にお金が欲しくなってくる。それからふと、お母さん長生きするようにと思う。先生のモデルになっていると変につらい。くたくたに疲れた。草の上に寝転がったら、つい今しがたまでのウキウキした気持ちがコトンと音を立てて消えて、ぎゅっと真面目になってしまった。なぜこの頃こんなに不安なのだろう。いつでも何かに怯えている。この
間も誰かに言われた。あなたはだんだん俗っぽくなるのね。そうかもしれない。私は確かにいけなくなった。くだらなくなった。いけない、いけない。弱い、弱い。私は恋をしているのかもしれない。お父さん。家へ帰ってみると、お客様、お母さんも、例によって何か賑やかな笑い声。お母さんは私と二人きりの時には声を立てないのに、挨拶してすぐ裏へ回る。お米を研いでいるうちにまた悲しくなってしまった。小金井の家が懐かしい。胸が焼けるほど恋しい。あのいいお家にはお父さんもいらしたし、お姉さんもいた。お母さんだって若かった。私が学校から帰ってくると、お母さんとお姉さんと何か面白そうに台所か茶の間で話をしている。おやつをもらってひとしきり二人に甘えたり、お姉さんに喧嘩ふっかけたり、それから決まって叱られて外へ飛び出して遠くへ遠くへ自転車乗り。夕方には帰ってきて、それから楽しくご飯だ。本当に楽しかった。私はお母さんが可愛くいじらしくなって大事にしようと心から思う。お母さん、私はもう大人なのですよ。世の中のこと何でももう知っているのですよ。安心して私に何でも相談してください。うちの経済のことなんかでも私に全部打ち明けて、こんな状態だからお前もと言ってくださったなら、私は決して靴なんかねだりはしません。しっかりしたつましいつましい娘になります。それなのに、ああそれなのにという歌があったのを思い出して、一人でクスクス笑ってしまった。気がつくと私はぼんやりお鍋に両手を突っ込んだままで、あれこれ考えていたのである。今日のお客様はことにも憂鬱。大森の今井田さんご夫婦に今年7つの吉尾さん。皆さん私の料理を食べて、私の腕前を褒めてくれて、私はわびしいやら腹立たしいやら、しつこい無知なお世辞にはさすがにムカムカして、お箸とお茶碗放り出して大声上げて泣こうかしらと思ったが、じっとこらえて無理にニヤニヤ笑ってみせたら、お母さんまでがこの子もだんだん役に立つようになりましたよと。お母さん、私の悲しい気持ちちゃんと分かっていらっしゃるくせに、今井田さんの気持ちを迎えるためにそんなくだらないことを言ってほほっと笑った。お母さん、そんなにまでしてこんな今井田なんかのご機嫌取ることはないんだ。お客さんと対している時のお母さんはお母さんじゃない。ただの弱い女だ。お父さんがいなくなったからってこんなにも卑屈になるものか。帰ってください。帰ってください。今井田さん、お帰りになる。何やら用事があるとかで、お母さんを連れて出かけてしまう。はいはいついていくお母さんもお母さんだ。門のところまで皆さんをお送りして、一人ぼんやり夕闇の道を眺めていた。郵便箱には夕刊とお手紙2通。一通はお母さんへ松坂屋から
夏物売り出しのご案内。一通は私へ、いとこの淳二さんから、今度前橋の連隊へ転任することになりました。お母さんによろしく、と簡単な通知である。将校さんは毎日毎日、原告に無駄なく帰居するその規律が羨ましい。戦地で働いている兵隊さんたちの欲望はたった一つ。それはぐっすり眠りたい欲望だけだ。私はずいぶん羨ましく思った。私など、これは一度、軍隊生活でもして、散々鍛えられたら、少しははっきりした美しい娘になれるかもしれない。軍隊生活しなくても、しんちゃんみたいに素直な人だってあるのに。しんちゃんは淳二さんの弟で、私とは同じ年なんだけれど、どうしてあんなにいい子なんだろう。私は親類中で、いや、世界中で一番しんちゃんを好きだ。しんちゃん、目が見えないんだ。若いのに失明するなんて、なんということだろう。こんな静かな晩は、お部屋にお一人でいらして、どんな気持ちだろう。私たちなら、わびしくても、本を読んだり、景色を眺めたりして、幾分それを紛らかすことができるけれど、しんちゃんにはそれができないんだ。ただ黙っているだけなんだ。これまで人一倍頑張って勉強して、それからテニスも水泳も上手だったのだもの。今の寂しさ、苦しさはどんなだろう。夕べもしんちゃんのことを思って、床に入ってから5分間、目をつぶってみた。床に入って目をつぶっているのでさえ、5分間は長く、胸苦しく感じられるのに、しんちゃんは朝も昼も夜も幾日も幾月も何も見ていないのだ。不平を言ったり、癇癪を起こしたり、わがまま言ったりしてくだされば、私も嬉しいのだけれど、しんちゃんは何も言わない。しんちゃんが不平や人の悪口言ったのを聞いたことがない。その上いつも明るい言葉遣い、無心の顔つきをしているのだ。お風呂が沸いた。サンゴ樹の青い葉が窓から覗いていて、一枚一枚の葉が光を受けて強く輝いている。空には星。仰向いたままうっとりしていると、自分の体のほの白さがわざと見ないのだが、それでもぼんやり感じられ、視野のどこかにちゃんと入っている。お湯に浸かっていて、ふと手を見た。そしたら、これから先、何年か経って、お湯に入った時、この今の何気なく手を見たことを、そして見ながらコトンと感じたことをきっと思い出すに違いないと思ってしまった。そう思ったら、なんだか暗い気がした。いつまでもお人形みたいな体でいたい。これから先、生きていく理由がないような気がする。風呂から上がって庭に出てみる。星が降るようだ。もう夏が近い。去年のこと、いや去年じゃない。もう一昨年になってしまった。私が散歩に行きたいと無理言っていると、お父さん、病気だったのに一緒に散歩に出てくださった。あれから1年、2年経って、私はだんだんいけない娘になってしまった。一人きりの秘密を
たくさんたくさん持つようになりました。お母さんが帰っていらした。ご機嫌が良い。人の用事をしてあげるのがお好きなのだから仕方がない。お母さんとこうして夜二人きりで暮らすのもずいぶん久しぶりだったような気がする。お母さんとても忙しいのだから。こうして肩を揉んでいるとお母さんの疲れが私の体に伝わってくるほどよくわかる。大事にしようと思う。先刻今井田が来ていた時にお母さんをこっそり恨んだことを恥ずかしく思う。ごめんなさい。口の中で小さく言う。お母さんは先にお休み。今朝早くからお出かけだったからずいぶん疲れたことでしょう。明日もまた同じ日が来るのだろう。それはわかっている。幸福は一夜遅れてくる。そんな言葉を思い出す。幸福を待って待って、とうとうこらえきれずに家を飛び出してしまって、そのあくる日に素晴らしい幸福の知らせが。幸福は一夜遅れてくる。幸福はお庭をカーの歩く足音がする。こんな真夜中に何をしているのかしら。カーはかわいそう。今朝は意地悪してやったけれど、明日は可愛がってあげます。眠りに落ちる時の気持ちって変なもの。糸でもって私の頭をぐっと引いて、私がとろとろ眠りかけると、またちょっと糸を緩める。またぐっと引く。とろとろ眠る。またちょっと糸を離す。それからぐーっと大きく引いて、今度は朝まで。おやすみなさい。私は王子様のいないシンデレラ姫。あたし、東京のどこにいるかご存知ですか？もう再びお目にかかりません。